どうも、こんにちは。エンジン太郎です。今回はジグ作りからスタートしていきます。ここの穴の、テーパーに穴の開いたジグというか道具 A と、外形テーパーに削っていくタイプのジグですね。道具ですね。これを作ってきます。素材としては穴がこれで、もう一つがこれですね。プラグキャップ作るにあたって専用のものが売ってないので、キャップ自体を作らなきゃいけないんですよね。市販があるとすごく楽なんですが、ないなら作るしかないっていう感じですね。とりあえずまずは材料のカットから始めていきます。短い素材あったのでカット、こっちのカットはなしですね。四角い方のカットだけやってきます。全長が 50mm を4本ですね。で、この辺でカット。この長さを4本まず作ってきます。はい。4本切りましたね。まず最初の段階は、これをこう、つなげますね。それで1本のものにします。なるべくここで正確に溶接しておく方が後が楽ですね。そのためにはちょっと錆を取らなきゃダメですね。錆を落としたので溶接の準備のために固定していきます。これで合体しました。最後までこのまま進めていきます。さて4つ詰めにしたのでこれをセットしていきます。つかみしろ難しいですよね。あんまりたくさん取ると材料無駄になっちゃうし、少ないとつかむの大変だしで。こんなもんだね。いつも通りまずはセンタードリルですね。そしたら外形切削ですが、四角いものを丸く削るので断続切削になってしまいます。次は 8mm のドリルで貫通です。そしたら 10mm のドリルで 6mm ほど掘り込んでいきます。そしたら付け替えて反転していきます。今回
何回か付け替えが必要なので、ちょっとセンター出しがめんどくさいですね。大体こんなもんでいいでしょう。はい、こっちの面丸くします。これは寸法特に厳しくないので、丸くなってりゃ OK ですね、ここは。貫通させないように気をつけながら 10mm のドリルで掘り込んでいきます。反転させてテーパー削りですね。テーパー削り終わったら2箇所溝を作って最後に切り離します。はい、これでできました。あとはこれ分割、元通り溶接跡剥がして分割するだけですが、先にこの受けの部分ですね、を作ります。よいしょ。こんなもんかな。黒皮がついてるのでそんなに正確にはなりませんね。こちらもやはりセンタードリルで下穴を開けて、その後太いドリルでどんどん穴を開けていきます。下穴が開いたらテーパーで中繰りをしていきます。ここも角度だけうるさいんですが、寸法もうるさくないので結構適当にやってしまいます。はい、テーパーの穴開きましたね。入れれば今奥まで行きます。今奥やっちゃうと取れなくなるので、これでよしですね。で、この辺で切れば OK と。はい、これでテーパーの穴開きましたね。で、このテーパーの穴はこれとぴったり適合するようになってます。よし。いい感じで収まりますね。よし。これで
よいしょ、できたっと。これで同じパーツ4つですね。あとちょっと仕上げなきゃですが、ちょっとヤスリできれいにしたらカシメ用の工具完成ですね。はい、4つばらけてると使いにくいので、扱いがめんどくさいので、もう一回これは輪ゴムで縛りますね。よし、これで OK で、これがこの中に入ると、そういうものですね。これでプレスで押していけばかしめられるのではないかと思います。まあ1個やってみます。できた。こんな感じでかしめられますね。結構いい感じでかしめてると思います。かしめ工具がうまくいってくれたので、プラグキャップの外側になるパイプを切り出していきます。いきなり本番は怖いので、とりあえずは練習に1個作ってみます。で、かしめの準備と、かしめ機のセットと、これで、はい、できました。セットできますね。これならいいでしょう。なんとか形になりました。この方法でやってきます。よいしょ。まずは真鍮パイプに通すためのシリコンチューブを用意していきます。よいしょ。よいしょ。はい、入ったと。ドライバーを軽くねじ込んでいっていった。これをあと3つですね。はい、これで4つシリコンのチューブ通しました。次はイグニッションコイルの方の処理やってきます。まずはこっちのキャップは使わないので外しちゃいますね。こういう状態ですね。全部この状態にしてきます。プラグの頭の部分のサイズがメスのギボシとちょうどあったので、メスのギボシをかしめていきます。最終的にはハンダ付けもするので、結構丈夫についてると思います。はい、全部 OK。次、ここまで。ほいしょ。行き過ぎた。で、かしめるときこっちが邪魔なのでエッジを取っちゃうと。で、これであとはかしめて終わりですね。よいしょよいしょよいしょ。はい。そしたらこれ逆さにしてはい、これでプレスできましたね。
綺麗にいってるね。バッチリと。これでも基本的に抜けることはないので OK です。あとこれ3つやってきます。はい。4個全部カシめ終わりました。綺麗にいきますね。苦労してカシめ機作った意味がありました。さてと CDI も4つ、コイルも4つでもって CDI を入れるステーも作ったので CDI を入れるステーですね。ちゃんと名前入りです。よし、はい、これでコイルは全部ついたと。で CDI をセットと。はい、次はこいつの取り付けステーですね。テストの段階でしか使わないステーなので、もう適当に作っちゃいました。どうせテストの時しかこれ使わないんで、まあいいですね。小スペース化をしたいので、試しにカプラーの部分切ってみます。まあここに刺さるの買って配線やってもいいですけど、もっと小スペース化したいんで、もうカプラーは壊しちゃいますね。よいしょ。よし、こうすれば直接ハンダ付けできるね。こんな感じでカプラー崩して直接ハンダ付けしてきます。調べてきたピンアサインですねに沿って配線を直付けです。こっからは4つともハンダ付け終わりました。最後に絶縁用の部品を接着して CDI の追加加工は終わりですね。あとはテスト用のハーネスを作っていきます。ひたすら配線を向いて金具をかしめてハンダ付けをしてという作業を繰り返します。非常に退屈で単調な作業が続きます。さてと一通り準備できたので配線してきますか。まずは CDI1 番と2番、まあ時計回りにセットしときます。とりあえず作った配線をどんどんつなげていきます。1よし、こんな感じですね。あとはこの2本。これ緑をグラウンドに、赤はプラス。で、こちらも赤と黒あるので、これプラスとマイナスにそれぞれ接続。で、キルスイッチ用のコードと残ったのは。ハーネスはまあこんなもんでしょう。
次が今回の作業最後ですね。オイルライン作っていきます。でんでんくっつけて、ボルトをつくようにしていきますね。真鍮の素材がなかったので、真鍮のナットを代用して使います。まずは穴を拡大して、その内側を少しコの字にえぐっていく加工をしていきます。ちょっとカメラの位置が悪くてすいません。これで、ナット3つできました。この内側空洞をコの字にして空洞作ってあるので、板状ボルトとのつなぎもうまくいくと思います。パッキン入ればちょうどいい位置に収まると思いますね。銅管取り付けるための穴もそれぞれ開けました。1個穴開けたのが2つと、表と裏が両方穴開いてるのが1つと。棒付けしていくんですが、いきなり本番ちょっと怖いので、座金でちょっと練習しますね。とりあえずフラックス乗せて、ロー材乗せる。それぞれの相性を見たいので、まずは棒材の上で溶かしてみますね。はい、真鍮にも銅にもよくなじみます。銅のパイプ、大体の長さで切ってあります。これまだちょっと長いはずなので、この後合わせながら切り詰めてきます。で、フラックスをよくつけて、で、こっちにもなじませると。よくしと。これで OK。他の部分もどんどんロー付けしていきます。曲げ加工の部分はちょっと取り忘れちゃったんですが、基本的に手で簡単に曲がるので、なんとなく現物合わせしていきました。これでオイルラインの配管できました。よし、これでだいたい OK だね。OK。これでオイルラインはつながったと。あと下側は穴を開け直してネジ作り直さなきゃダメですね。とりあえずオイルライン、今できるとこ分かりました。今回はここまでとなります。次回とりあえず点火するかどうかのチェックと、一回ばらしてクランクケース、ガス抜き下側でつなげてないので、このままだとピストン下がった時に圧縮しちゃうんですよね。なので空気抜きの穴必要になるんで、それを作んなきゃならないですね。当初予定ではちっちゃめの穴だったんですが、多分それじゃロスが大きくなるので、ちょっと穴大きく設計し直しました。ただフライスとかではもう作業できないので、リューターでの作業となります。だいぶ進みましたね。電装はもうあとは電源つないでテストするだけです。それでオイルラインもだいたい終わりました。外側通るんですが、これは自分作るエンジンいつものことですね。次回はそうですね、クランクケースの追加加工とバルブのすり合わせですね。それと、できれば次回
最初に点火確認だけ、火花が飛ぶかどうかの確認だけして、その3つができるといいですね、次回は。ちょっとまだ予定は立ちませんが、そういう感じで進めていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。